それではトークコーナー行きましょう。絶望トークと、いうことで、業界の第一線で活躍をする富山慶一郎の、これまでのソニーに入ってからのね、人生を振り返りつつですけども、20年でしょ？ 20 年ですね。振り返ると。ちょうど PS2 の開発期、そうですね。入社した時には、もう PS2 に完全に開発は移行してたよね。してましたね。サイレンは、最初何人チームぐらいから始まったのあれ？最初はね、本当の最初は2人です。で、脚本とディレクターとってことでしょ？で、次に4人ぐらいになる。だから本当にちょっとずつだんだん厚みがついてきた。あれ開発期間どれぐらいだったの？2年半2年半か。2年ぐらい。まあけど当時のやっぱ PS2 のゲームとしては、だって PS2 でもやっぱ序盤はね、やっぱ基本開発1年って言われてるものがやっぱ多くってさ、 PS1 の時のノリみたいなのがあって、なんで2年かけさせてもらえたっていうのはやっぱそこそこ期待もやっぱあったんじゃない？当時って今みたいな、なんかそもそもそういうありきじゃなくて、やりながらなんですよ。わかる。足りないか足すしかないよねみたいな。もうわかる。まあギリそれができてたのがやっぱ PS2 やん。PS2 は本当にギリギリで、そのいわゆるサークルの延長というか、仲間内で作ってるノリ。まあね、昔は全部そうだった。もちろん。PS1、PS2 とかの時代はもうギリそうだったよね。はい。ちなみに、このコーナーは絶望トークっていうね、コーナーなんやけども、そのサイレンの2年間の開発の中で、言うとリリース後のプロモーションも含めてさ、これ厳しかったなっていう、その絶望感、絶望まではないかもしれないけど、そうですね。どう？発売した時っていうのが、すごくナーバスになってて、根底にあったのが、いいもんとか面白いもん作れば、絶対当たるというか、ちゃんと注目されるっていうのが、難しくなってきたなっていうのが PS2 の時代からいいもん作ってるだけでもまだ足りないっていうかみたいな、そういうのがだんだん変わってきた時で、サイレンって作ってる時は本当にやりたいようにやってたというか、だけど売るっていう立場にシフトした時に伝わりにくいなっていうのもあったりして、話題にはなってたんだけど、話題になってりゃドンといくっていうのがそうもいかないっていう感じで、その PS1 の頃だったら言うても開発費がそんなでもないからまあいいやっていうのが、なんていうか収支的に厳しいみたいなのがあって、なんとかしなきゃだけども作り終わってるからなんともなんないしみたいな。あと売るしかないからね。あの時ってそのソニーの中にさ、担当のプロデューサーいたでしょ？いました。いたよね。でそのプロデューサーと宣伝もいたでしょ？だからそことの連携はどうだったの？いやもう本当一生懸命連れて、僕個人のメンタルでいうと、やっぱり自分は何か、自分の好きな仕事とかで何かをなす、何者かであるみたいな、もう思い込みってあるじゃないですか、そういうのがあれ違うのかもしれないっていうそういうタイミングが何回も来た中で、その時は俺一発屋で終わるのかもって思ったんですよ。もうそれ以降、もう30そこそこぐらいの時、それ以降も何も作らせてもらえなくなるかも。どんなに自分が挽回したいと思っても、もうその恐怖たるやっていう。確かにそういうプレッシャーはあるわな。でもなんかその時に救われたのは、その時の上司というかプロデューサーの、その一発やってか一発ねえやつがいるんだからさ確かにその通りやね。そっかと思って、けどちょっとなんかあれやな、いいプロデューサーやなそれは。2チャンネルとかに、サイレンってやったことある人はご存知だと思うけど、割と理不尽な難易度とかそういうの、今思うと明らかに煽ってたとか、煽られてて、こんなんだ本当な期待したけどクソゲーやわみたいなで盛り上がっちゃって、その時は本当に絶望的な気分で割と眠れないとか、そのなんか一回死んだと思ったスレに、これ考えてこうなってる曲ねみたいなのを言い出す人がポツポツと現れて、そっから反転した感じで、僕らが仕込んだつもりだったのが伝わってたみたいな感じがあって、
そういうのちょっとあれやな、救われるな。救われました。本当にね。サイレンって初動ってどんぐらい出したんだっけあれ。最初全然、そうだったっけ。全然届かないあれで、そうだ、CM 中止騒動って。はい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 。あれもなんか、スポーツ新聞の記事で、CM が放送中止っていうのが記事になったっつったら、これはすごかったです。その日から問い合わせが殺到して欠品がダーッってなって、すごいな。そんなこと起きるんや。で、そのお店に実際行ったら、絶対ホラーゲームとかやんないでしょみたいなギャルっぽい人が、なんか売り切れてるとか言って、おーとか。なるほど。じゃああれがやっぱきっかけか。だからサイレンって長く売れ続けたやっぱイメージがあってさ、やっぱ初動はそうでもなかったけど、あの事件やっぱ大きかったか。最初に言われたってじゃないけど、いやむしろ、CM で割と革新っていうか、普通にネタバレのシーンで、僕ここ CM にしたいって言われた時にもう大反対したんだよね。でもその時の宣伝の担当の人は、そうだね、ネタバレだけど、絶対この作品伝える中でこれ以上に刺さるところがないですって言われて、だから絶対これを使うべきって言われて、なるほど。結構渋々、じゃあそこまで言うならっていう感じで承諾した感じだったんですけど、なのに放送中止ってね。まあそうですね。まあけどそれが結果的にね、いい方に転がったわけやから、タイトルとしてはね、事実拡散され長く売れるきっかけになったんだから、まあよかったよな、それは。話やん。そうですね。なんか CM 中止になってよかったってなんか普通に言いづらい。まあ言いにくいけどね。